はい、サウンドセオリー社からリリースされていますガルフォスの解説第2回目となります。今回はこの内部のパラメーターとそのサウンドメイキングについて解説していきます。まず通常の EQ と大きく違う点として EQ ポイントという概要がありません。これら EQ のカーブは設定した値によって自動調整されるという形になります。まずこの中で最も重要な項目がこちらリカバーとテイムになります。その前にですね、ガルフォスはサウンドをどのように分類しているのかというお話をします。ガルフォスが適用されているトラックのサウンド、今ですとマスターですね。楽曲全体のサウンドから、そのサウンドの肝となる主となる成分、そしてそれ以外、この2つを分類します。主となる成分の多くは、周波数が他よりも高く出ている部分ということも言えますが、人工知能によってそれ以外の要素も加味されています。まずこのリカバーは0%から200%までの間で、主となっている成分以外の帯域を高めます。今持ち上がったところがそれに該当します。次にこのテイムは主となっている成分、帯域を抑えるという働きがあります。0% から始まり最大で200%。上げれば上げるほど主となる帯域が抑えられていきます。一度リカバー0% にしておきましょう。この時、オプションキーを押しながら値をクリックすると、このように初期値に戻すことができます。もう一度オプションキーを押しながらクリックすると、設定していた値に戻ります。それではリカバーを0にしてテイムを上げていきます。このように主と判断された帯域が抑えられていきます。このように2つの値を極端に変更したとしても、かなりサウンドがナチュラルということがお分かりいただけるかと思います。内部の AI がその瞬間瞬間ですね、最適と思われるサウンドを判断して、この EQ カーブを常に変動させているためです。まさに職人技と言っても過言ではないほどのサウンドトリートメントが行われます。またこのリカバー、テイムのかかり具合は、この左側のメーターで表されます。テイムの効き方は主となる帯域を抑えますので、0から下に下がることになります。このような形ですね。逆にリカバーの場合は持ち上げますので、このようになります。このリカバーテイムによってボリュームも変わることになります。そのボリュームはこの左部分になります。今リカバーを 200% にすると、だいたい3デシから4デシほど持ち上がっているのがわかります。で、ここでボリュームが上がった、もしくはテイムでボリュームが下がったという部分はですね、目で確認して、こちらゲインをですね、上下ドラッグすることで全体のボリュームを整えることもできます。ここでのポイントは、リカバーは主となる以外の帯域を持ち上げる。テイムは主となる帯域を抑えるということですので、基本的に周波数のばらつきが均一化していくことになります。サウンドを聞きながら自由にですね、このパーセンテージをいじっていくという使い方で OK なんですけども、例えばキックですともう低域が主となっているというのはわかります。ただですね、このようなマスタリングの時に何が主になっていて何がそれ以外かと、ちょっと判断が難しい場合もあるかと思います。そのような場合の微調整としてバイアスが活躍します。いろいろな活用方法や組み合わせあるかと思うんですけども、例えばまずリカバーを決めます。このぐらいにしておきましょう。そしてテイムも同じ値にします。今かかり具合このような形です。負の値を強くするとテイム寄りの効果になります。このバイアスを正の値にするとリカバー寄りの効果になっていきます。これを基準にサウンドを聞きながら微調整していきます。バイアスを動かすとこのバランス変わっていることもご確認ください。こんな感じでですね、サウンドを聞きながら簡単にですね、調整が行えますので、ぜひこのあたりも活用してみてください。次にこのブライトン。これはサウンドの明るさや輪郭をコントロールします。値を上げるとサウンドが明るくはっきりしてきます。逆に負の値を強めていくと、サウンドに丸みや落ち着きを与えることができます。なお、この効果の強さは下部分のメーターから確認することができます。一度やってみましょう。値を上げていくと、このように輪郭がはっきりしています。この辺りでかなりやりすぎな感じですね。逆に値を下げていきますと丸みがあまりやりすぎるとこもりますね。この辺りで最適な位置を探します。なおこの値なんですけども一度0に戻します。これでですね、下のパラメータご確認いただきますと、
この段階ですでにブライトンが働いているのがわかります。これはですね、リカバーやテイムの値によって、自動的にこのブライトンも最適化されます。そのため、サウンドの結果に満足している場合は、こちら0%で進めて OK です。そこからサウンドをですね、もう少し明るくしたい、もしくは角を取りたいといった時に、プラスマイナス10%以内を基準にすると良い結果が得られるかと思います。そして最後のパラメータ、ブースト。非常に便利です。サウンド全体の傾向を調整するとお考えください。このブーストも正の値、負の値が用意されています。正の値を高めていくと、低域が強調され、中高域が抑えられるという特性があります。一度サウンド確認してみましょう。このような形ですね。負の値を高めていくと、これと逆の効果になり、低域が抑えられて中高域が上がってきます。このような形ですね。両者ともにここまで極端な値ということは少ないと思うんですけども、実際に聞きながら値を調整すると、かなり好みのサウンド作れるんじゃないかなというふうに思います。サウンドの色付けに役立ちます。今はですね、少し低域を強調して中高域を抑えてみましょう。このあたりですね。それではバイパスします。このような形でパラメータを調整していくと、かなり整ったサウンドに仕上げることができます。通常ですね、EQ でこのブライトンやブーストの効果作ろうとすると、広域を上げたら耳につくとか、中広域を強調するとちょっとラジオっぽくなってしまうとか、そのようなケースですね。よくあると思うんですけども、かなり自然かつ的確に処理を行ってくれるというところがこの製品のすごいところかと思います。そして今回の最後に、こちらリミットマーカーについて解説します。このようにリミットマーカーをドラッグすると、効果が適用される周波数を絞り込むことができます。赤い部分が適用から除外されます。一例として、例えば低域ですね。ベースにキックのサイドチェーンがかかってボリュームが変化しているときにですね、そのボリューム変化によって処理の結果がいまいちといった場合は、このようにですね、低域を除外すると。またですね、音が混み合ってしまう中域ですね。この部分にだけ適用して、中域を整理するという使い方もできます。例えば今 200Hz からだいたい 2500Hz。このあたりだけにかかるように設定します。一度これ戻しましょう。そしてテイムで主となる部分を抑えます。今、ボリューム変わってますので、少し持ち上げましょう。バイパスしてみます。ちょっとごちゃっとしたサウンドになってしまいますね。適用すると、このような形でですね、サウンドをさらにシェイプアップすることもできます。はい、といった形でサウンドセオリー社ガルフォスの解説を行ってきました。噂通りというか、それ以上で短時間で優れた EQ 結果、サウンドを得ることができると思います。イコライザーが苦手という方も気軽に操作できますし、中上級者、さらに上のサウンドを目指したい、そのような方にとっても満足できる製品かと思います。デモ版も配布されていますので、ぜひお試しください。といった形で今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。